はい、皆様こんにちは。シングルシンガポールライフですが、今回はフライト動画になります。福岡からシンガポールにね、戻る際に利用しました、韓国ソウル経由になりますけどね、アシアナ航空ビジネスクラスの模様をお伝えしたいと思います。で今ねプライオリティチェックインのレーンに入ってきましたが、福岡からシンガポールに戻る際、またね日本からシンガポールに戻るときに、アシアナ航空利用したことはなかったんですね、今までね。なのでほぼ初めてビジネスクラスに乗るのもアシアナは初めてかなと。一回なんかねちょろっと福岡ソウル間利用したことはありますけども、ほぼ初めてということで楽しみですけれども、福岡空港の今国際線ラウンジに、入ってましたが、以前ね少し動画でお伝えしてます福岡のラウンジ福岡というね、ラウンジですけど、本当休憩室みたいな感じなんでね、福岡国際線のラウンジはねそんなに食べ物もあるわけじゃないですし、お酒の種類もあまりないのでね、本当ソファーに座ってゆっくり過ごしておりましたが、いよいよボーディングの時間になりました、ソウル、インチョン行きになります。機体は A330 ですねになりますね。福岡ソウルはですね利用してる人多いと思うんですけど、はっきり言うと東京より近いんで実際飛んでる時間はですねもう1時間ちょっとなんですよね。なのでもう LCC も多いです。福岡ソウル間はめちゃめちゃ飛ばしてますけれどもね、便数多いですが、アシアナ航空のこのビジネスクラスは、座席のねレイアウトは222のレイアウトコンフィギュレーションになってまして、スペックとしてはアシアナ航空の中でも古い方でしょうね。1時間ちょっとですからね、飛んでる時間がね。そうですけどもちゃんとねスリッパの提供はありましたね。で外をね見てみるとチャイナエアラインのね特別仕様機が今出発しようとしておりますけどね、かっこいいですよね。以前ねビジネスクラスの模様をお伝えしているとは思いますけれどもね、結構個人的にチャイナエアラインのビジネスクラスはね好きなんですが、とりあえずね我々も離陸となります。てなわけでですね、離陸後すぐに機内食、1時間ちょっとの飛行時間なんでねすぐに機内食となりますが、1時間ちょっとでもねこうやってパシッと出すよみたいな、機内食出すよみたいな感じですが、チキンのパニーニだったかな、名前そうだったと思いますけれどもね、朝食のような感じ、軽食ですね。軽食を提供してくれる感じでございます。以前ね1回だけ乗ったっていう、福岡ソウル乗ったっていう、ご報告したと思うんですが、その時よりよっぽどグレード上がってましたね。その時の機内食はね僕が人生で食べた機内食で一番美味しくなかったんですよね、ビジネスクラス。
ただまあ今回のはねちょっと残しちゃいましたけど、あんま食べられなくて残しちゃいましたけど、まあ普通にね軽食としては、美味しくいただけたのかなと思うね機内食でした。で、このデザートがフルーツと、あとなんか和菓子でもありそうなこのあんこが入ったような餅じゃないんですけど、これはこれでね意外にコーヒーとも合うなみたいな感じで食べておりましたけどね。まあ本当離陸後すぐ機内食提供されて終わったらもう着陸態勢みたいな感じなんですけど、今こうやって222のコンフィギュレーションなんですけど、ですねフルフラットにはならないですね。このタイプの座席はですねライフラット、ちょっと160、70度ぐらいの感じにはなるんですけど、フルフラットにはならないという感じなんですが、まあ十分ですね。1時間ちょっとの飛行時間なので何の問題もございませんっていう感じですよね。でいよいよソウルの街、ソウルじゃないんでしょうねここはね、韓国の上空を飛んでおりまして、着陸となります。でね、ソウルインチョン国際空港到着ということで、今からトランジットに向かうわけですけどもね、福岡、シンガポール福岡だと SQ のね直行便が多分今デイリーなかったんじゃないかな。もうデイリーに復活したのかちょっと忘れちゃいましたけど、直行便それしかないので、やっぱ SQ ちょっと高めなんでですね、福岡シンガポール、シンガポール福岡利用するときはだいたい経由便になるんですけどね、その一つの選択肢として、ソウルは結構選ばれるんじゃないかなというのはありますけどもね。いろいろと今まで乗ってきましたけどね、台北経由、今回東京行ったのでその時はね上海経由にしたりとか、バンコク経由、クアラルンプール経由、ね、ハノイ、ホーチミン経由、いろいろ選べるっちゃ選べるんですが、ソウル今回ね久しぶりですかね。このラウンジ入るのも本当久しぶりでしたね。アシアナのラウンジに入りますけども、ただここ多分サテライトもあるんでしょうね。ターミナルの中にここがメインになるとは思うんですけど、多分サテライトラウンジもあるかとは思いますが、いろいろとねちょっと、中を見回りたいと思いますが、利用者は多かったですね。こう左側ね個室のような半個室のようになってますけど、ここももう全部埋まってましたし、このようにね結構人多かったですね。はい。で食べ物なんですけど、バーッと見回してなんかねせっかく韓国来たのでちょっと韓国っぽいもの食べたいなとは思ったんですけど、意外にウエスタン系が多いというね、料理構成でしたけどね。なので、ラウンジはもちろんね入れるんですけど、ここでは長居せずにというか、なんかちょっと韓国に踏み入れてるんでね、なんか食べたいなっていうことで、ここはざーっと見回して、であとね、もう一個バーカウンター、こちらですね、バーカウンターありましたけど、こちらでもちょっとなと思って、近くのコリアン料理屋、韓国料理屋に行きました。でビビンバとね、私の大好きなプルコギを頼んで、あとビールということで少しだけね満喫しましたけどね、韓国の料理をね。
でこれまたラウンジ戻ってきてビール飲もうかなと思ったら、ちょっと変わったタップビアみたいな感じですけど、これ下から出てくるんですね。これガチャンと押すと専用のグラス、プラスチックなんですけど、ガッと押すと下からビールが出てくるという、何なんでしょうねこれ何なんでしょうねというか、変わってますよね。ただ結構下から垂れますっていう欠点はありましたけど、やっぱなんかねタップビールの方がいいかなとは思いましたけどね。でこちら、今回乗る飛行機、私の大好きな飛行機ですね。 A350 ですね。350になります。エアバスですね。はい。でこちらの飛行機で、シンガポールまで飛びますけどもね、機体がね新しいので、当然、中も綺麗だろうという感じではございますけれども、ソウルシンガポール、6時間ちょっとですかね。飛行時間6時間半ぐらいかな。6時間半かからないぐらいだったと思いますけどね。で、121の、コンフィギュレーションレイアウトになってまして、スタッカートタイプですねになります。はい。これがアシアナ航空ではおそらく一番新しいというかね、新しい、スマーティウムクラスって言いますよね。アシアナ航空のビジネスクラスはねの座席になると思いますけどもね。はい。で残念ながらね今回窓際が取れなかったんですよね。満席でして、でちょっと通路の方、中央部分というような感じになりますけどね。こちらの座席、機体綺麗だし、中もね、綺麗ですよねやっぱりね。とても分かりやすいコントローラーになってまして、もちろんフルフラットタイプということになりますけどもね。今ねビジネスクラスは結構ね、プライベートスイートをね提供してくれる航空会社増えてきてますけども、アシアナ航空は、通常のねスタッカートタイプになりますけどもね、ウェルカムドリンクはシャンパンを選びましたということで、美味しくいただいておりますが、ビジネスクラスね、この日満席だったと思います。でどうでしょうね、シンガポール人の方が多かったんじゃないかなと思いますね。韓国人よりも利用客の内訳を言うとですね、シンガポールで、家族連れでね利用してる方が結構いらっしゃいましたけどね。はい。では離陸、また離陸となります。聞いていただくと分かる通り A330 と、A350 音の静かさが全然違いますよね。やっぱ A350 って静かだなと思いましたけどね。はい。で、機内食のメニューが配られました。ウエスタン系は、簡単に言うとステーキかチキンソテーを選ぶ、もしくはこちらのようにね、コリアンクイジーンですかね、韓国料理サンバップっていうんですかね、サンバっていうんですかね、ちょっとわからないですけど、どちらかを選ぶというような感じでしたので、せっかくだったらということで、韓国料理食べようかなというような感じですね。さっきもちょっと食べちゃいましたけど、機内でもね、韓国、もちろんね日系の航空会社は和食が美味しいように、韓国系の航空会社は韓国料理美味しいんじゃないかなっていうことでね、そちらを選びましたけど、でこちらが、シャンパンと、白ワインになりますね。はい。で、こちらが、赤ワインになりますね。私が飲んだのはこちらの方ですね。カベルネの2019年のやつですけど、こちらをね、飲みましたけど、はい。で、早速ね機内食開始となりますけどもね、前菜がこちらになります。
正直美味しいというか美味しかったんですけどね、なんだろうな、豆腐をすりつぶしてきゅうりというかウリですね、ウリの中に詰めたみたいな料理でしたね。なんていうのかちょっと分かんないんですけど、なんか面白いなと思って食べてましたけどね。ちょっと赤ワインにはあんまり合わないなとは思いましたけど、横にねシャンパン置いてるのでシャンパンとは合いましたがね、なんつうの、おからよりもっと細かく滑らかにすりつぶしたような豆腐、すりつぶした豆腐のが入ってるような感じですかね。なんとも言えない味でしたけどね。でこちらがメインになりますね。サンバップっていうんですかね、ちょっとわかんないですけども、簡単に言うとまた僕の大好きなプルコギとご飯で、あとそれを包む、ね、野菜がこう入ってるっていうね、野菜で包む料理なんでしょうね。はい、で、こちらが韓国、キムチですね。どれだけ辛いかっていうのをちょっと食べてみたんですけど、そんなに辛くなかったですね。はい、私でもギリギリ食べれるような、苦手な私でもギリギリ食べられましたので、こちらがこういう食べ方なんだろうということですね。野菜にくるむ、ね、キムチを入れて野菜にくるむ、ちょっとコチュジャン入れてみたいな。でこれね美味しいですよね。美味しいですよねっていうか美味しかったですこれ。はい、ボリューム的にもあんまりねボリュームないように見えるかもしれないですけど、ボリューム的にもちょうどよくてね、これ美味しかったですよ。プルコギの野菜包みみたいな感じでね美味しかったです。でこれ韓国の茶碗蒸しですね、ケランチムっていうんですかねになります。このケランチムは正直もうちょっとパンチがあってもよかったかなと、味にねパンチがあってもよかったんかなと思いますけれどもね。このメインはね美味しかったですね。はい、美味しくいただいておりますけどもね。ただねアシアナ航空が先ほど紹介したようにこの3種類から選べるんですね。ウエスタン系が2つで、あとコリアンで1つということで3種類から選べるんですけど、僕の方の通路側から1名のキャビンアテンダントさんがリクエストを聞いていくような感じになってたんですね。なので僕席後ろの方だったんですけど、ビジネスクラスの中では1列ずつ聞いてったので、結局ね最後の方はなんか希望のご飯が食べられてなかったですね。僕はまだマシだったんですけど、反対側の通路バーッと聞き出して、最後の方の方はねコリアンもなくなってステーキもなくなって、最後もうチキンしかありませんみたいな感じになってたので、それはなんかね残念に思うお客様もいらっしゃるだろうなと思いますね。はい、これ簡単に言うと今よもぎ餅を食べておりますけどね、これ美味しかったですよ、よもぎ餅。なのでちょっと話を戻すとやっぱ機内食のね事前予約システムって今やってるとこが増えてきましたけど、やっぱああいうのっていいなと思いますよね。希望のご飯が食べられるので、余らすこともないと思うんですよね、航空会社側も。なのでねやっぱ事前予約システムがあればやっぱそれを利用した方がいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。てなわけでですね、機内食の後はちょこっと寝ましたかね。1時間半ぐらい寝ましたけどもね、フルフラットにして、快適でございました。はい。でいよいよねシンガポール上空を飛んでおりますけれども、アシアナ航空のねビジネスクラス、福岡ソウルはねもう短すぎてコメントもほぼないんですけど、ソウルシンガポール間、機体も綺麗ですし機内食も僕は満足
できましたので、1200ドルだったんですね、片道。まあ高いなって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、3ヶ月前の予約で、その時もすでに福岡シンガポールの直行便は2400ドルぐらいしてたんですね、 S q は。でそう考えると半額で乗れますし、コスパは悪くないんじゃないかなと思います。いろいろね、福岡シンガポール間でチャイナエアライン利用したりとか、いろいろ利用してきましたけど、選択肢の一つとしてソウル経由っていうのはありなんじゃないかなと思います。てなわけでね、今回は、アシアナ航空のビジネスクラスの模様をざざっとご紹介させていただきました。今回も最後までご視聴誠にありがとうございました。